今日はギターの音色が響くポップス、ポップロックのスタイルを解説するよ。今年最初の動画になるから明るく爽やかなテーマにしてみたよ。去年はいきなり現代音楽から始めたけど、まあ今年は無難なスタートにしようね。ポップロックはその名前の通り、ポップスとロックが融合したジャンル。一般的なポップロックの条件は、まずギターがメインで使われること。例えばシンセポップというジャンルはポップスとロックの融合した曲だけど、ギターが使われることは少ないから一般的にはポップロックに含まれない。もう一つの条件は明るいこと。暗さや激しさの強いジャンルは含まれない。例えばエモはキャッチーなロックだけど、暗い曲だからポップロックには含まれない。ただギターを使うシンセポップや明るい雰囲気のエモであればポップロックに含めることもあるね。線引きがかなり曖昧な言葉ではある。まあともかく今回の動画では明るいギターポップをテーマにするよ。インディーポップはシンプルな編成で派手さのないギターポップ。インディースとは大手会社に所属せず個人や少人数で曲を作る人を指す。ポップロック界隈においてはギター、ベース、ドラムの少人数で大衆向けの派手なポップスとは違うシンプルなポップスをインディーと呼ぶ。ちなみに EDM 界隈のインディーはポップロック界隈とは全然違う意味だね。 EDM のインディーは大衆受けしないような斬新で実験的な曲のことになるよ。インディーポップはエレキギターを使うけどロックのように激しい音は使わない。スノでもギターの音色は派手さが抑えられることが多いね。ジャングルポップはエレキギターのジャングリーな音を使うポップス。ジャングリーな音とは高音域でキラキラした音のこと。スノでも高音域でクリーンなエレキギターの音になることが多い。ブリッドポップはイギリスのポップロック、シューゲイザーと同時代の音楽だよ。シューゲイザーの暗い曲調に反発して明るい曲を作ろうって感じで生まれた。ただ曲調は明るいけどギターの音色はシューゲイザーの音の影響を受けていて、ロックらしい激しいギターの音が使われることも多いジャンルだね。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみよう。新しい光へ手を伸ばそう。まだ見ぬ景色が待っている。この胸に誓った希望。新しい光へ手を伸ばそう。まだ見ぬ景色。新しい光へ手を伸ばそう。まだ見ぬ景色が待っている。この胸に誓った希望を新しい光へ手を伸ばそう。まだ見ぬ景色が待ってる。この胸に誓った希望を信じて。時は流れても変わらないもの。大切な人の新しい光へ手を伸ばそう。まだ見ぬ景色。3種類のギターポップのスタイルが
どんな曲を生成するか聞いてもらったよ。どれもギターメインのポップスだけど、ギターの音色が明確に違う特徴がある。だからどのスタイルも個性はあるね。好みに応じて使い分けるといいよ。動画の後半ではより個性の強いポップロックのスタイルを解説するよ。トゥイーポップは子供っぽさや可愛らしさをテーマにしたポップロック。女性ボーカルが多いのが特徴で、スノでも強く女性ボーカルになるよ。楽器も可愛らしい印象を与える。軽いピアノやベル系の音が使われやすい。バロックポップはクラシック系の管弦楽器やピアノを使うポップロック。ただ基本的にはポップロックだし、しかもかなり古い時代のジャンルだよ。バロックポップという単語から受ける印象とは結構違う曲調だね。スケートパンクはスケート界隈で流行した非常に速いテンポのポップロック。ハードコアパンクの影響が強くて BPM200 前後の高速テンポになるし、ギターもかなり激しい音になるからポップな雰囲気はかなり薄れてしまうね。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみよう。新しい光へ手を伸ばそう。まだ見ぬ景色が待っている。この胸に誓った希望。新しい光へ手を伸ばそう。まだ見ぬ景色が待っている。この胸に誓った希望。3種類のポップロックのスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。ポップスとは大衆に親しまれる無難な曲のことをそう呼ぶので、個性の強いスタイルになればなるほどポップスから離れていく問題はあるね。ただ個性の全くない無難な曲もそれはそれであまり面白くない。どこまで個性を出すか抑えるかはポップスを作る時の難題と言えるね。まあ大衆の好みも年代や地域によって大きく変わってくるものだから、特に正解があるわけではない。そこはその都度自分で考えるしかないね。それじゃまたね。